その昔、この広い北海道は私たちの先祖の自由の天地でありました。一冊の本の書き出しである。書いたのは19歳。アイヌの言葉と物語をアイヌ人自身の手で初めて文字にした本である。詩編の日本史。今回の詩編は一冊の本とその序文です。知里幸恵、明治36年、北海道登別の生まれ。アイヌの家に生まれ、アイヌ語と日本語2つの言葉の中で育った。アイヌ語は文字を持たない言葉である。物語も歌も祈りもすべて声から声へ、耳から耳へ受け継がれてきた。カムイユから神々が自ら語る形式の歌う物語。だがこの頃、時代は大きく変わっていた。学校では日本語、暮らしも日本式へ。アイヌ語を話す場は少しずつ確実に減っていった。声から声へで残ってきた物語は、声が絶えれば消える。文字がないということは、書き留めた紙が一枚もないということなんです。幸恵は6歳から旭川近文の叔母のもとで育つ。叔母の神成松と祖母のモナシのウク。2人とも湯からの優れた歌い手だった。幸恵は物語の泉のほとりで育ったのである。大正7年夏、一人の言語学者が神成松の家を訪ねてくる。金田一京介、湯からを研究する東京の学者である。15歳の幸恵はこの時初めて自分の家の物語が学問の対象になるものだと知った。2年後、病気がちだった幸恵のもとに金田一からノートが届く。聞き覚えている神謡を書き留めてみませんか。ここで幸恵は途方もないことをする。アイヌ語には文字がない。書き留めるように書き方そのものがない。だから幸恵はローマ字を使った独自の表記法を自分で作った。自分の耳で音を聞き分け、自分で書き方を決め、ノートに神謡を書き始めたのである。文字がないなら作る。19歳になる前の話です。ノートに書かれた神話は13編。幸恵はそのすべてを自分の手でローマ字に書き取り、自分の手で日本語に訳した。一番有名な一編は、フクロウの神が自ら歌う物語。こう始まる。銀の雫ふるふる周りに、金の雫ふるふる周りに。白カニペランランピシカン。原文の音と日本語の訳が見開きで並ぶ。音の響きをそのまま残すための大訳という形だった。声だけで生きてきた物語に初めて紙の家ができたんです。大正11年5月、幸恵はノートとともに上京する。本にするための最後の仕上げ、構成のためである。心臓に病を抱えていた。夏の終わり、構成の仕事は最後まで進んだ。9月18日、構成を終えた頃、幸恵は心臓の発作でこの世を去る。19歳だった。翌年の8月、アイヌ神謡集は刊行された。著者はその本を手に取っていない。ここが一番言葉に詰まります。その本の冒頭に幸恵が自分の言葉で書いた序文がある。なぜ書いたのか。序文はこう語っている。アイヌに生まれ、アイヌ語の中に生い立った私はいろいろな物語の中、ごく小さな話の一つ二つを拙い筆に書き連ねました。そして序文には痛みの言葉もある。おう滅びゆく者、それは今の私たちの名。そう書いた。これは1922年の言葉である。アイヌの人々は今日も
民族としての文化を受け継ぎ暮らしている。そして序文は痛みでは終わらない。こう続く。いつかは2人3人でも強いものが出てきたら、進みゆく世と法を並べる日もやがては来ましょう。幸恵の9つ下の弟チリ・マシホは後にアイヌ語学の第一人者になった。北海道大学教授、分類アイヌ語辞典。姉の書いたものがその出発点にあった。ここでへーのお時間です。文字のない言葉を書き留めるには書き方そのものから作らなければなりません。幸恵さんが自分の耳で決めたローマ字の書き方は100年経った今もアイヌ語研究の土台の一つです。19歳の決めた書き方の上にその後の研究が立っているんです。最後にもう一度序文の前に立つ。幸恵はこの本を誰に向けて書いたのか。序文の結びにその答えがある。私たちを知ってくださる多くの方に読んでいただくことができますならば、無限の喜び、無上の幸福に存じます。一冊は100年経った今も読み継がれている。次の1枚を探しに行きます。チャンネル登録とこの動画の高評価がその力になります。どうぞよろしくお願いいたします。